皆様こんにちは。中の人が長尺ポエム野郎でおなじみのずんだもんなのだ。今回はナムコから発売されたアーケード基盤システム1とドラゴンスピリットがテーマとなっております。書籍及びインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進める。非常にお詳しい方、動画の間違いをおやつ目でスルーできない方はブラウザバックを強く推奨する。それでもよいよという方は少々お付き合いいただきたい。1. ナムコシステム1概要。1987年はアーケード基盤は16ビットの 68000CPU が多くの基盤で採用されていた。時代は16ビットだった。そんな中ナムコが1987年にアーケードゲーム基盤を発売。発売当初の名称はマザーボードシステム87で、システム2発売と同時期にシステム1に名称変更された。採用ゲームのクオリティから16ビット機のイメージがあるが、8ビット基盤だった。8ビット MC6809CPU を3つも搭載していた。メインとサブで2つ、サウンド用に1つ使っていたトリプル CPU である。MC6809 はモトローラが1979年に発売した歴史のあるチップであるが、8ビット CPU としてはライバルとなる Z80 よりも後発のアーキテクチャであるがゆえに高性能である。前モデルであるマザーボードシステム86は MC6809 を2個搭載であったので1つ増えたことになる。ここでハードウェアの説明をしよう。メイン CPU MC6809 2.048MHz。 サブグラフィック CPU MC6809 2.048MHz。 名前からもメイン CPU はゲーム全体の制御、サブ CPU はグラフィック描画と役割を分けたことがわかる。サウンド CPU MC6809 1.536MHz。 MCU HD63701 入力コントロールと PCM 機能。サウンドは3系統ある。1. 波形メモリ音源カスタム30。 2. ヤマハ YM2151 ノンオペレータ FM 音源8チャン再生可能。3. ナムコ C64 63701X2 チャン8ビット ADPCM 音源。ナムコはカスタムチップを多用する。主なチップは以下の通りである。カスタム30サウンドコントロール、カスタム 39ULA スプライトジェネレーター、カスタム 48ULA スプライトアドレスジェネレーター、カスタム 64MCU63701、カスタム 99×2 サウンドボリューム、カスタム116ディスプレイ出力ジェネレーター、カスタム117メインサブ CPUMMU、カスタム120スプライトタイルマップミキサーおよびパレットアドレスインターフェース、カスタム121サウンド CPU アドレスデコーダー、カスタム133タイルマップジェネレーター。カスタムチップについて注目すべき重要な点は、スプライトジェネレーターがシステム86と同じであることである。 CPU 系統の特徴、アドレスのデコード波カスタム117によって処理される。これによりメモリ共有型のデュアル CPU を実現している。サウンド系統との同期、アドレスのデコードはほとんどカスタム121によって行われ、一部波カスタム30によって行われている。メインサブ CPU 系統、サウンド CPU 系統、PCM 系統の3系統間通信はわずかな共有メモリ領域を介して行われる。システム1で注目すべきはマルチプロセッサ機能だ。メインとサブはメモリ共有型を採用している。セガサターンと同じ方式である。すでに述べた通り、システム1は8ビット基盤である。ファミコンのクロック周波数が 1.79MHz で PC エンジンのクロック周波数は 7.16MHz である。 2.048MHz と低クロックの8ビット CPU を2つ使うとはいえ、あのクオリティのゲームを制御していたとは驚愕に値する。プロセッサについて若干解説する。内容がシステム2と重複するがご理解いただきたい。マルチプロセッサの前にシングルプロセッサを解説する。 CPU の動作原理はこうである。まずメモリにプログラムが置かれる。1. 命令を外部メモリから CPU の内部レジスタメモリみたいなものに取り込む。2. 命令の意味を解析する。3.
実行し結果を書き込む。68000の例で説明しよう。68000の内部レジスタの構成はこのようなものである。ものすごく少ないキャッシュメモリみたいなものとふんわり捉えていただければと。68000の構成はこのようになる。メモリ上にプログラムがある。ある例を持って計算してみる。このデータとこのデータを足してここに入れたいとする。メモリからレジスタにデータその1を転送する。2つのデータが算術演算ユニットに与えられる。結果がレジスタに書き込まれる。そしてその結果がメモリに書き込まれる。これを1秒間にとんでもない数を計算するのだ。これが1つの CPU なら問題ない。メモリとバスを実質占有できるからだ。バスとは CPU やメモリをデータが流れる通り道である。これはバスコントローラーによって制御され、1つの通信しか利用できない。シングルプロセッサでは自由に何の制限もなく CPU の都合で通信できるのだ。マルチプロセッサ方式は複数パターンがある。分散キャッシュメモリ方式。システム2で採用されているのが分散キャッシュメモリ方式である。プロセッサそれぞれに専用のメモリを持つためにぶつからないのだ。共有メモリ方式よりも性能を高めることができる。そして共通メモリも使えるため、2つの CPU が効率よく仕事ができるのだ。共有メモリ方式。サターンなどやシステム1メインサブ CPU はこの方法だ。SH2 はマルチプロセッサ機能があった。この場合はメモリとバスを共有するため、お互いが譲り合ってメモリとバスを利用する。そのため CPU が2個だからといって性能が2倍にならないのだ。メモリは基本的には1つの相手としか通信ができない。システム1は共用メモリ方式を採用している。セガサターンと同じ方式である。CPU の内部メモリで計算中はバスが開くのでその間他の CPU が利用することになる。一方システム2やセガ X ボードなどでは分散キャッシュメモリ方式を採用している。それぞれが自身のメモリを持つため自由に動ける。サターンの例で説明しよう。メイン CPU は全てを統括する。ポリゴンシューティングゲームがあったとする。台本通りに進行する。そこにユーザーがコントローラーで操作する。その操作を感知して台本を書き換える。同じバス上にある共用メモリに台本書き換えの指示を書く。その間もメイン CPU はゲーム進行の処理を進める。敵機はこう動く。弾丸はこう動く。背景はこう動く。サブ CPU は定期的に共有メモリに置かれた台本を見に行く。そしてサターンの場合は指示通りのポリゴン演算する。非常に高速に1本のバスを交互に譲り合いながら処理を行う。これを60分の1秒サイクルで行っていく。システム1はメイン CPU サブ CPU は共有メモリ方式。サウンド CPU は分散キャッシュメモリ方式とハイブリッドトリプル CPU 構成となっている。映像系の特徴。システムスペックは以下の通りである。24ビット RGB システムパレット。ビデオ解像度 288×244 ピクセル 36×28 タイル。3つのスクロール 512×512 64×64 タイルマッププレイフィールド。1つのスクロール 512×256 64×32 タイルマッププレイフィールド。2つの固定 288×224 36×28 タイルマッププレイフィールド。プレイフィールド用の256色パレット。24ビット RGB マスターパレットから選択8セット。スプライト機能。最大2048スプライトから選択できる127個の表示可能な 32×32 1ピクセルあたり16色のスプライト。スプライト用の16色パレット127セット。スプライトごとに1つのパレットとなる。スプライトはシャドウ、ハイライト効果、背景と重ねると明るくしたり暗くしたりできる。ご使用可能。ピンスポットライト効果や色数を増やす効果がある。プログラム可能な優先順位と X、Y 反転を備えている。スプライトはプログラム可能なサイズと位置を持つ 32×32 オブジェクトの小さな部分として表示することもできる。高さと幅は別々にプログラムされ、4、8、16または32ピクセルになる。これらの機能は同時期の16ビットハードウェアと比較しても全く見劣りのしないスペックだった。
多くの方が8ビットとは気がつかなかったであろう。音源の特徴。ステム1搭載の音源は過去動画で何度も紹介しているので、主に制御系とサウンドドライバーに目を向けて紹介する。ここで基本的な言葉をおさらいする。エンベロープは ADSR ともいい、スイッチのオンオフではなく、ピアノのケースでは最初は強く立ち上がり、徐々に下がっていく楽器のような印象を与えることができる。 LFO、 プロ歌手が声を震わせて歌うような表現を行う。オペレータ、 FM 音源においては制限波は経を発生させる。このオペレータの組み合わせで様々な音を作ることができる。解説に戻る。システム1は 6809CPU ベースの基板で3つの6809が搭載されている。サウンド用 CPU はメイン CPU からの指令で動き出しゲーム機として稼働する。サウンド CPU では常時共有ラムを監視しており、メイン CPU からの演奏指令が書き込まれたら演奏を開始する。効果音など割り込み要請があれば即時対応を取る。3種類のチップを見ていこう。PCM の使用はカスタム64チップ 63701X により提供され、8ビット ADPCM2 チャンの性能を持つ。次にカスタム30を見ていこう。8チャンネル縦方向16段階、横方向32段階の波形メモリ音源であり8チャン再生可能。ナムコ波形メモリ音源の3代目であり最終モデルである。ステム1では効果音やバックコーラスに回ることが多かったが、FM 音源時代となってもナムコらしいサウンドとしてコンポーザーからもユーザーからも愛された。音源スペック。方式、波形再生音源、チャンネル数8音、出力チャンネル、ステレオ。 CPU 間の通信は独特で、曲ナンバーを指定するのではなく、共有ラムに1曲1バイトのテーブルが存在し、鳴らしたい曲に対応する番地にフラグを書き込む仕組みである。音楽、効果音を区別せず管理されている。曲データは複雑なテーブル構造になっている。音程足す音調、給付、波形選択、エンベロープ指定、26パターンあるらしい。店舗指定。カスタム30のエンベロープはソフトウェアで制御されている。曲データではエンベロープの番号を指定するのだが、エンベロープの中身は専用の領域に保存されている。FM 音源は EM2151。当時アーケードや家庭用では最強の FM 音源だった。オペレータを4つ持ち8パターンの組み合わせパターンを持つ。この組み合わせのことをアルゴリズムという。安価な FM 音源だったマスターシステムや MSX で利用された YM2413 は2オペレータで直結のアルゴリズムしか持たない。しかし音楽のプロであっても FM 音源で音色を作るのは困難を極めた。有名な FM 音源 DX7 でも多くのプロはプリセットされた音色を使った。同じ FM 音源を使うメガドライブの後期で同じ音色を聞くことが多いのは、ジェムズという優秀なサウンドドライバーがあり、そのプリセット音がよく使われたためである。ここでどうやってゲームの音が出るか解説する。 FM 音源も PSG 音源も内部に小さなメモリ空間、これ以降レジスタというを持つ。そこには音をどう鳴らすかの設定が入っている。それは単純な値である。放っておくとゲームがフリーズした時みたいに同じ音が同じ音程で鳴り続ける。多くのゲーム機、基板、パソコンは60分の1秒を1サイクルとして処理を行う。音源に対して60分の1秒前に指令を出すのだ。これにより音程を変えたり音量を変えたり音色を変えたりができる。プロ作曲家はより豊かな表現を求める。日本ファルコム、時矢義雄氏が小城雄三氏の期待に応える機能をドライバに組み込んだら Z80 の 30% のリソースを使ったと証言している。それくらい音源の制御には苦労を伴うのだ。特にヤマハ、FM 音源は制御が大変だった。一般的な IC チップはアドレス端子とデータ端子が別である。郵便番号と本文みたいなものである。郵便番号と本文を同時に読み込んだり書き込んだりするのだ。YM2151 はアドレスバスとデータバスを共用している。YM2151 へアドレス値を渡してから次にデータ値を書き込むことで YM2151 の任意の場所の内部レジスタへデータをセットできる。一般的には60分の1秒単位でデータを YM2151 のレジスタへ書き込みを行う。
このレスポンスが悪く、多くの機種では YM2151 用に専用の CPU を搭載していた。ステム1ではサウンド CPU と FM 音源とのデータバスにファーストインファーストアウトを採用している。ファーストインファーストアウト、ここではサウンド CPU と YM2151 との間をつなぐバッファメモリのことを指す。具体的にはサウンド CPU の処理により YM2151 の制御命令を高速にバッファメモリに書き込み、YM2151 の処理待ちに従ってデータを転送する。YM2151 は高機能だが命令処理に時間がかかることから CPU の待ち時間も多くなったため、その待ち時間を減らすために設けられた。ファミコンや MSX 含めて多数のハードウェアでは音源もろく10分の1秒単位で処理を行う。そこで登場するのがサウンドドライバである。ユーザーは例えばテンポ120でドレミファソラシドを四分音符で鳴らす。その音色はビブラフォンで LFO、音を揺らす。機能で浅く揺らしてアタック強めで3秒で減衰してねと指示が来る。そんな中でも攻撃音とかの割り込みが入る。音源は内部にレジスタと呼ばれる小さなメモリを持つ。 YM2151 の場合は256バイトだ。そのレジスタには各チャンネルがどんな音をどんなボリュームで鳴らすかの情報が入っている。 CPU は60分の1秒前にそのレジスタを書き換えに行く。0から255の値である。ソフトウェア LFO の場合は60分の1秒前にちょっとずつボリュームを変更する指示を出す。サウンドドライバはユーザーには簡単な指示書的なインターフェースを提供し、60分の1秒前に音源に0から255の値を渡す仕事をする。60分の1秒がどれくらいかイメージが湧かないだろう。今ホイッスルを鳴らしている。高音の低い音と高い音を交互に鳴らしている。これは60分の1秒前に切り替えの指示を出している。ヤマハの FM 音源の難点はその構造から来るデータの投入方法だった。もともと MSX で使う予定だったのを高速な CPU で使うのだから対応が遅いのだ。 MSX では MSX 側も遅いのであまり問題にならなかった。せっかちな客がゆっくりレジ打ちするバイトにイライラするのを想像してほしい。メモリであればアドレスとデータが物理的に端子で分かれているのでデータ格納は一瞬だ。 YM2151 はアドレスバスとデータバスを共有している。かつゆっくり処理する。簡単に時系列で解説する。メモリはこんなことなく1回で済む。 H は電圧ハイ、 L は電圧ローである。1、アドレスデータセレクト端子を H にする。2、リード端子を L にする。3、チックセレクト端子を L にする。4、P7 ピンが H の場合、ビジー中、チックセレクト端子、リード端子ピンを H にして一定時間待機後に 5、リード端子ピンを H にする。アドレスデータセレクト端子を L にする。書き込み先アドレスを D0、D7 へセットする。ライト端子ピンを L にする。ライト端子ピンを H にする。アドレスデータセレクト端子ピンを H にする。書き込むデータを D0、D7 へセットする。ライト端子ピンを L にする。ライト端子ピンを H にする。チックセレクト端子を H にする。ちなみにこれはまだ8ビットの情報しか渡していない。次の書き込みを行う場合は一定時間の待機が必要。内部レジスタに156ビットを仮に全て書き換える。音楽の展開をガラッと変えるのであればこれを32回繰り返す。この処理の最中にちょいちょい待たされるのだ。20ms 秒とか一見短そうであるが、これが60分の1秒の間に大量に発生する。ゲームの全ての処理を行う忙しいメイン CPU は60分の1秒の中で様々な処理をしているのに、のんきに待っていられない。なので、YM2151 音源搭載の機材はサウンド CPU を別に用意しているのだ。ある意味シングル CPU である X68000 は複雑かつ高度な処理を行いながら、このようなのんびりな YM2151 に指示を出しているのだ。ステム1ではこのための専用回路を用意している。よくコンポーザ開発苦労話で最初はサウンドドライバに LFO が未実装でとかの話があるが、コンポーザのリクエストを全て満たすドライバを作成するにはものすごい技術とサウンドドライバのメモリが必要となるのだ。サウンドドライバについては別動画でしっかりと解説を行いたいと思う。ス
テム1はメインとサブ CPU は共有メモリ方式、サウンドとは分散キャッシュメモリ方式とハイブリッド運用をしているのだ。サウンド CPU とメイン、サブ CPU は非常に小さいメモリを介して通信が行われている。これでトリプルコアボードを稼働させている。セガサターンと同じく性能を最大限引き出すには高度なプログラム技術が必要となるのだ。しかも特性の全く違う音源を3つ搭載している。セビウスはノイズをサウンドドライバで鳴らせなかったプログラム側から制御するのだ。 FM 音源と PSG でドライバが異なり、曲データが2つ存在したのもよく聞く話だ。例えば PSG は何もしないとブザーのようにビーッと一定の音を出すだけだ。高度なサウンドドライバでは32番の PSG と指示するとアタック強め、徐々に減衰、軽い LFO みたいなプリセットされた音を出すことができた。コンポーザが各譜面みたいなものを MML という。わずか数項の MML を鳴らすために数万という処理を CPU は行うのだ。ソフトウェアエンベロープは60分の1秒前の書き換えが必要となるが、音源チップでエンベロープ機能を持つものがある。これをハードウェアエンベロープという。区形破産ちゃん鳴らせる MSX などのハードウェアに搭載された PSG はこれを8パターンほど持つ。この場合は命令は1回で良い。マルチプロセッサ技術とナムコ音源の歴史はワルキューレの伝説動画で詳しく解説しているので、そちらも参照いただきたい。2. ステム1対応ソフト。ステム1対応ソフトは以下の通りである。妖怪道中記第1弾、ドラゴンスピリット第2弾、ブレイザー第3弾、クエスタ第4弾、パックマニア第5弾、ギャラガ88第6弾、プロ野球ワールドスタジアム第7弾、超絶隣人ベラボーマン第8弾、メルヘンメイズ第9弾、バクト付き重艇第10弾、プロテニスワールドコート第11弾、スプラッターハウス第12弾、フェイスオフ第13弾、ロンパーズ第14弾、ブラストオフ第15弾、プロ野球ワールドスタジアム89開幕版第16弾、デンジャラスシード第17弾、プロ野球ワールドスタジアム90激闘版第18弾、ピストル大名の冒険第19弾、倉庫版 DX 第20弾、タンクフォース第21弾。今回はドラゴンスピリットを中心に取り上げる。まずは先にドラゴンスピリット以外の名作を紹介しよう。妖怪道中記第1弾。妖怪道中記は1987年ナムコが開発した自分の運命を決めるぶった機の弾丸を撃つことができ、また弾丸をチャージして敵の力を高めることもできた。敵を倒すとお金を落とし、それを使って店で武器やその他のアイテムを購入することができる。アーケード版のオリジナルには日本語版と日本以外のアジア諸国で発売された英語版の2つのバージョンが発売された。主なスタッフは以下の通りである。デザイナー、水野和美。プログラマー、デビル中村。音楽、川田博之。パックマニア、第5弾。パックマニアは、ナムコが1987年にアーケード向けに開発、発売した大胆な視点の迷路ゲームである。このゲームでは、プレイヤーはパックマンを操作して、迷路で追いかけてくる色とりどりのゴーストを避けながら、すべてのドットを食べなければならない。大きく点滅するパワーペレットを食べると、パックマンはゴーストを食べてボーナスポイントを獲得できる。ボーナスポイントは短時間だけ持続する。このゲームの新機能では、パックマンはゴーストを飛び越えて捕獲を逃れることができる。これはパックマンビデオゲームシリーズの9番目のタイトルであり、1996年にパックマンアレンジメントが発売されるまで、アーケード向けに開発された最後のタイトルだった。開発はパックマンの生みの親である岩谷徹が指揮した。主なスタッフは以下の通りである。プロデューサー、岩谷徹。音楽系のゆり子、小沢純子、戸室義人。ギャラが80ワチ、第6弾。ギャラが80ワチは、1987年に日本でナムコが開発、発売した固定シューティングアーケードビデオゲームである。
北米とヨーロッパではアタリゲームスが発売した。これはギャラクシアンの3番目の続編であるギャラガ・ギャプラスに続く。詳細な背景、より大きな敵、より詳細な宇宙船など、シリーズの以前のゲームよりも大幅に改善されたグラフィックスが特徴である。ギャラガ88は日本で商業的に成功したが、日本国外では前作ほど商業的に成功しなかった。このゲームはゲームプレイ、グラフィック、音楽が批評家から高く評価された。楽曲は川田裕之氏が担当している。超絶隣人ベラボーマン第8弾。超絶隣人ベラボーマンは1988年に日本でナムコが発売した格闘アーケードビデオゲームである。コミカルアクションゲームと評されるこのゲームでは、プレイヤーは伸縮自在の手足を持つバイオニックスーパーヒーローである同名のキャラクターを操作し、世界を征服しようとする悪役のドクター・バクーダを倒さなければならない。ベラボーマンは腕、足、頭を使って敵を倒すことができ、しゃがんだりジャンプしたりすることもできる。ナムコの作曲家中型のりおが考案したベラボーマンは1930年代の特撮映画へのオマージュであり、このジャンルによく見られるヒルのパロディと中型のシンセサイザー音楽への愛着である。このプロジェクトには東映アニメーションの元スタッフが多数雇用され、アニメに影響された独特のアートスタイルがゲームに生まれた。ベラボーマンの正体である中村仁は、このゲームが捧げられたナムコの当時の社長中村雅也の似顔絵である。これはナムコのビデオゲームの中で唯一壊れやすいと言われていた感圧ボタンを使用している。このゲームは PC エンジン、日本の携帯電話、バーチャルコンソールなどいくつかのシステムに移植された。主なスタッフは以下の通りである。ディレクター中型のりお、プログラマー大久保良一、2016年成長。音楽中型のりお、美術吉畑香織。日本ではベラボーマンは広く成功し、そのゲーム性とユーモアが高く評価された。メルヘンメイズ第9弾。メルヘンメイズは NH システムが開発しナムコが発売した1988年のアーケードゲームである。プレイヤーはアリスという名の少女を操作し、敵を避けたり崖から落ちたりしながらゲームの9つのステージをクリアする必要がある。アリスは敵に強力な泡を吹きかけて吹き飛ばしたり、敵をプラットフォームから吹き飛ばしたりするのに十分な回数攻撃することができる。これはルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」を日本で初めてビデオゲーム化した作品である。開発はナムコの短命な子会社である NH システムが担当した。これはワンダーモモに続いてナムコの2番目の女性主人公のゲームである。1990年に PC エンジン版がリリースされ、東格闘英竜が俯瞰竜に置き換えられ、続いて1991年にシャープ X68000 に移植された。センスあふれる美しいグラフィックとしてユーザーの心に残るゲームである。3. スプラッターハウスについて。スプラッターハウス第12弾。スプラッターハウスは1988年にナムコが発売したアーケード格闘ゲームである。家庭用ゲーム機とパソコンで発売された一連のゲームの最初のものだった。このゲームのマーケティングではその暴力的な性質がかなり強調されている。例えば海外版 PC エンジン移植版では箱の前面にこのゲームの恐ろしいテーマは小さな子供には不適切である可能性がありますという保護者向け警告が印刷されている。スプラッターハウスはプラットフォーム要素のあるアーケードスタイルの横スクロール格闘ゲームである。プレイヤーはウェストマンションに閉じ込められた超心理学を専攻する大学生のリックを操作する。テラーマスクによって復活した後、リックはマンションの中を進み、ガールフレンドのジェニファーを恐ろしい運命から救うためにクリーチャーの大群と戦う。このゲームは13日の金曜日、資料の原は立つ、ポルターガイスト、ビジュビナトリックス、パラサイトなどの西部劇ホラー映画やハーバート・ウェストリアニマイターなどのホラー作家 H.P. ラブクラフトの作品に触発されたイメージの影響を受けている。主なスタッフは以下の通りである。プロデューサー水野和美、ディレクター
横山茂、プログラマー PS9GL、 音楽田島勝郎、川本義則、美術石田正則。スプラッターハウスチームのインタビューがある。要約を紹介する。スプラッターハウスのデザイン目標は簡単に言えば本格的なホラーゲームを作ることだった。昔の西部劇のアーケードゲームにレースというゲームがあった。車で人をひいて殺して得点を競うゲームで残酷さゆえに禁止されたが、今ではそういったものがテレビや映画の暴力シーンで当たり前になっている。なのでビデオゲームだけが同じことを禁止されるというのは奇妙に思えた。しかしそれがナムコの会社の方針に合わなかったというか、ゲーム業界ではタブーに近いことだったので反対も多かった。企画書の部分をかなり変えさせられた。赤を使わないように言われるとかあった。最初は血の色は赤でゾンビもリアルだった。運営側から殺すだけのゲームならリアルにはできないと言われた。最終的に血の色は蛍光グリーンにし、ゾンビはより異質なものになった。つまり暗い画面や環境では血の色の方が目立つということを考慮すると、血の色をもっと明るくするのが正解だったのかもしれない。このゲームではスプラッターハウスのコンセプトが明確だったおかげでかなり楽な仕事ができた。ホラーやスプラッターの様々な要素を一つのゲームにまとめるだけでよかった。でも失敗したアイデアもたくさんあった。企画担当の水野和美氏は妖怪道中記やワギアンランドも手がけた。スプラッターハウスのアフレコは大変だったとは言わないけどすごく恥ずかしかった。ボーカルのサンプルはいっぱい入れた。全部自分たちでやった。マイクに向かって「やーやー」って言ってるだけだったので、人が寄ってくるとすごく恥ずかしかった。チームからは様々なボーカルサンプルのリクエストが何度もあった。正直多すぎた。サンプル用に 1MB ほどのプログラムメモリを割り当てていたにもかかわらず、実際に全てを実行すると容量が足りなくなってしまうほどだった。こういうのは初めてだったので、とにかく削って詰め込むようにした。だからこそプレイヤーの皆さんには一度だけでもヘッドフォンでゲームをプレイしていただきたい。たくさんの効果音と頭の中で渦巻く音楽でとても豊かで不気味なリスニング体験ができる。プログラミングでは動きやアニメーションのタイミングなど様々な要望があった。スプラッターハウスはナムコシステム1の基盤で動いていて、このプラットフォーム向けには10作くらいゲームが作られているので、いろいろな人にアドバイスや指摘をもらうことができとても助かった。予定をオーバーしてしまい、スプラッターハウスの完成までに1年2ヶ月かかってしまった。遅れたのは運営側が何度も修正を要求してきたことと、新人が2人いたことが主な原因だった。このチームには怖いものに関してはベテランが何人かいたので、それほどストレスはかからなかった。以前手掛けた妖怪道中記はちょっと違っていた。あの作品の妖怪は怖いけど動きが可愛い。でもスプラッターハウスでは怖いキャラクターを本当に怖くしたかった。それがすごく難しかった。予測できない変な動きをしてみたり、タイミングをいじったり、変な角度の姿勢にしてみたり、単に怖いだけではなく、もちろんゲームプレイの文脈でも機能する必要があった。さらにメモリの制限もあり、非常に困難な体験となった。敵の首を切る時の音を変えてほしいと言われ、すでに音を作っていたので少し悔しかったのだが、やり直した。でもそれもダメで、テイクも何回もダメで、そこで立ち止まって何が悪かったのかを考えていたら、水野氏がデスクに来て大きく息を吸って口の前の方に空気を全部押し込んでから吐き出した。ポンという破裂音だった。それがリックが敵の首を切る音になった。ポンって頭が落ちる。その経験は目を見張るものがあり、音楽やサウンドに取り組むときは常にプランナーのアドバイスを求めるべきだと学んだ。サウンドチームは様々なエフェクトやボーカルサンプルを一生懸命作っていた。マイクの前に立つ彼らを見て一生懸命に作業しているのが分かった。リクエストがこのキャラが死ぬ時の音とか、この人がうめく音とか漠然としたものだったので大変だった。最初はみんな似たような音ばかりだったので、音の面でどうやってキャラクターを差別化するかが大変だった。
ジェニファーといえばこのゲームではプレイヤービッグが実際にヒロインを殺してしまう。最初は2人でこの家に入ってくるのだが、その直後にジェニファーが消えてしまう。ステージ5でやっと再会したと思ったらもうモンスターに変身してしまっていて、これはスプラッターハウスで絶対にやりたかったことだった。本当はもっとたくさんのバックストーリーやストーリーを入れたかったのだが、メモリが足りなかった。チームはこのシーンを非常に誇りに思っており、このシーンは当時としては日本のアーケードゲームで最も恐ろしいシーンの一つだった。スプラッターハウス以前のゲームのほとんどは女の子を救ってみんなが幸せに暮らすというものだった。開発者たちはそれをやりたくなかった。ジェニファーとの戦闘中に一時的に元の人間の姿に戻って助けて助けてと叫ぶシーンがある。スプラッターハウスのストーリーがすごく好きだった。プレイヤーにとって楽しいことの一つはゲーム内でのさまざまな映画の参照や影響を特定することだと思う。ロケテストの時に子供たちが「あ、これ知ってる、これなんとかのやつ」って言ってるのを聞いて、まさに狙い通りって思った。13日の金曜日が好きだった。ホラー映画のどんでん返しが大好きだった。またスプラッターハウスのゲームを作るなら未来忍者のようなメディアミックス作品にしたい。そして予算ももっと増やしてもらいたいし、もちろん効果音もいっぱい入れたい。開発者からもユーザーからも愛されたゲームだった。4. ナムコレジェンドインタビュー。ここでシステム1には直接的な関係はないが、ナムコサウンドの立役者である大野木信之氏のインタビューも紹介しよう。1980年にナムコに入社し、最初はプログラマーの仕事をしていたが、後にサウンド担当へ変更。代表作であるマッピーをはじめニューラリー X やポールポジションなどを担当。初めてゲームに BGM らしい BGM をつけた人物とも呼ばれ、ゲームミュージックの父と言われている。1985年にナムコを退社し、翌年に遠藤正信氏と共にゲームスタジオを設立。そこで主にミュージックプログラムの仕事などを行い、ウィザードリーなどの楽曲の編曲を担当した。1986年には帯数スケシラと共にデジタルエンターテイメント後のサイトロン&アートの設立に関与。サンリオカーニバルやシャドーブレインなどのサイトロン作品のサウンド制作に携わっている。その後はゲーム業界からは離れており、実家の味噌屋を継いでいたが、2019年2月コロンバスサークル社からリリースされたメガドライブ互換機用リズムゲームソフト16ビットリズムランドに楽曲を提供した。しかしその半年後、2019年8月に逝去されたことが報じられた。ゲーム音楽作曲の先駆者として小倉久義や広志翔、小沢純子といった後進に多大な影響を与えた。こちらは1989年のインタビューである。小さい頃は何になりたかったのですか？中学生の頃は NHK のアナウンサーになりたかったんです。とにかくテレビに出たいとか思ってたんです。ゲーム業界に関わるようになったきっかけは何ですか？ナムコさんのキューティーキューを見て、ああいうゲームを作りたいと思ってナムコさんに直接アプローチしました。当時はゲームに BGM がなかったので、音楽担当ではなくプログラム担当として入社しました。最初は音は好きにやっていいよと言われて、シンセをいじったりして楽しかったです。最初に作った曲がニューラリー X の最終ハイスコアマッチで使われて、そこから本格的に音楽をやる方向に進みました。あなたのキャリアにとって最も重要な転機は何でしたか？1984年 YMO の細野晴臣さんがビデオゲームミュージックやスーパーゼビウスをプロデュースした時だったと思います。細野さんはゲームミュージックというジャンルを世に初めて紹介した人です。それは大きかったですね。というのもゲームミュージックはゲームやグラフィックの文脈から外れて聞くと中身がない、物足りないというイメージを持たれがちだったからです。ゲームへの慣れ具合にもよりますが、その狭いゲームミュージックのイメージを変えていきたいですね。ゲーム業界で成功するための秘訣は何ですか？誤解を招かないようにしたいのですが、私は特に努力した覚えはありません。ある日ふと気づい
たら物事が順調に進んでいることに気づきました。もちろん周りには才能のある人や先生方に恵まれてきました。ですから今の地位にたどり着くまでに特に努力したというわけではなく、自然にそうなっただけだと思います。しかし将来のゲーム音楽作曲家にとって物事はより困難になることは分かっています。私の時代は一般的に作業に使える音は3つだけでした。ベースライン、メロディー、そして何か追加すれば準備完了でした。しかし今日では8ボイスあるいは10ボイスの世界に生きています。したがってプログラマーとしての経験が多少あると役に立ちます。そしてもちろん曲を書くのだから作曲家としての能力も必要ですし、それに加えて編集やアレンジのスキルも必要です。今の世の中、中途半端な仕事をする人は取り残されてしまいます。10年後の自分はどうなっていると思いますか？将来どうなるかは分かりませんが、一つだけ言えるのは、今作った曲が大人になってから後悔するような曲にはなりたくないということです。ゲームデザイナーを目指す人へのアドバイスはありますか？ゲーム音楽の仕事に就くには現状2つの道があります。1つはゲーム開発会社に入ることです。そのためには4年生大学に行くのが有利で、音楽系の学校であればなお良いです。もう1つはロックバンドなどで作曲家として名を馳せることですが、基本的にはプレイヤー、作曲家、アレンジャーとして音楽業界で名声を博すことができれば、こうした仕事を依頼されるようになるかもしれません。どの道を選ぶにしても、何が何でも音楽を作りたいというやる気は大切です。その情熱をどこへ行っても持ち続けられるなら、それに勝るものはないと思います。川田博之氏インタビュー。1980年代のナムコサウンド。川田博之氏はナムコで最も長く音楽の革新者である。川田博之氏の代表作は非常に多い。今週まではスターラスター、ワルキューレの冒険、時の鍵伝説、大乱闘スマッシュブラザーズ、スペシャル、2018年。システム1では妖怪道中記、ヤラが80ワチ。システム2ではワルキューレの伝説、など多数がある。最近ではカスタム30音源を利用したアルバムを作成されている。各タイトルで、彼は新鮮なスタイルと技術革新をもたらした。また、彼はシリーズの音楽をサウンドトラック、アレンジアルバム、さらにはテーマパークに持ち込む責任も負っていた。彼は最近、フリーランスとして働くために会社を去ったが、最近リリースされたパックマンチャンピオンシップエディション2などの新しいプロジェクトで引き続き同社とコラボレーションしている。ゲームサウンドクリエイターになったきっかけは何ですか？大学卒業を先延ばしにしていた当時の私には、趣味でやっていた音楽が仕事になるとは思えませんでした。ただ、自分の転職はクリエイターであることは薄々分かっていたので、当時から興味があり、成長期を迎えていたゲーム業界に目を向けました。その中でも、独創性で圧倒的に抜きん出ていたのがナムコでした。1984年、大学を卒業した私は、希望通りナムコにゲームデザイナーとして入社し、岩谷徹氏、パックマンの開発者が率いる開発企画部に配属されました。最初は国内外のゲームを研究し、アシスタントとしてデザイン業務やゲームのテストをこなし、とにかく楽しかったです。今までプレイしたすべてのゲームの使用書に目を通すことができるのは至福のひとときでした。その後、ドラゴンバスターやパックランドのプロモーションビデオのサウンドトラックを制作したのが転機でした。その時に発揮した実力で、1986年にサウンドデザイナーとして仕事を始めることができました。当時ナムコはファミコンのゲーム開発に進出し始めたばかりで、多くの生産ラインが同時に動いていたため、サウンド開発の人員が極端に不足していたのでしょう。最初に手掛けたゲームのサウンドトラックを振り返ってみて、当時、スターラスターやスターウォーズのサウンドを作る上で、技術的にどんな課題がありましたか？また、これらのプロジェクトについてどんな思い出がありますか？サウンドデザイナーとして最初に取り組んだプロジェクトは、ナムコのファミコン用オリジナルゲーム、スターラスターです。サウンド面では、企画、制作に携わり、音楽や効果音を全て作りました。ご存知の通り、ファミコンは3チャンネルとノイズチャンネルしかありませんでしたが、低音域の三角波の意外な迫力に魅了され、短周期ノイズやアナログとは異なる独特のサウンドが印象的でした。
そのサウンドの特質を最大限に生かしたサウンドデザインをしています。曲や効果音のアイデアが浮かぶと HP64000 のエディターに入力してサウンドテストプログラムで確認し、少し手直しして再度確認するという作業をしていました。ファミコンのサウンド再生について頭の中で思い描いていたアイデアをいかに最適化し効果的に実現するかに没頭しました。頭の中で思い描いていた音を実現するにはかなりの試行錯誤とパラメータの習熟が必要でしたが、妥協はしませんでした。サウンド制作に関しては広大な宇宙空間でガイアを操縦し困難な任務に挑むというゲームの状況にプレイヤーをできるだけ没入させたかったので、効果音や環境音をメインにし音楽は重要な部分だけにするという大胆な選択をしました。だから敵の宇宙船を撃墜する時に軽く楽しい音楽を流すというやり方は取りませんでした。宇宙空間の環境音、宇宙空間はずっと無音なのにワープ音をベースにした独特の雰囲気を出したいと思ったのですが、その点はゲームをプレイした人の多くに印象に残っていると思います。スター・ウォーズの頃にはサウンドディレクターも務めるようになりました。映画のサウンドトラックのような重苦しいサウンドにはしたくなかったので、アクションシューティングのゲームプレイの楽しさと感覚を重視し、バックグラウンドミュージックでスター・ウォーズのテーマが楽しく流れるようにしてスターラスターとは全く違う雰囲気にしました。そういえば宇宙を旅する一人称シューティングのステージがスターラスターによく似ていると聞いたことがありますが、これは両方のゲームが一つのプランナーを共有していたことが原因だと思います。1987年にリリースされた妖怪道中記は日本であなたの代表作の一つとみなされていますが、西洋ではあまり知られていません。その伝統的な日本のサウンドトラックについて詳しく教えていただけますか？妖怪道中記、はしごの世界のような設定なので、ゲーム内でキャラクターが死んでもゲームオーバーになって再生や生まれ変わりを繰り返すというとてもユニークなゲームになっています。そのため楽曲を手掛けるとしても難しいディレクションになります。妖精や悪霊が溢れているような世界だと不協和音や不穏な音、暗いメロディーが特徴的な音楽になると思うのですが、私はその逆でアクションゲームのようなリズムのテクノポップなスコアにしようと思いつきました。メロディーはマーティン・レニー風で日本的な響きにも聞こえますし、全体的に明るいトーンが圧倒的です。登場する妖怪をよく見るとみんな愛嬌があったりユーモラスだったりします。ミスマッチを狙ったのですが、実際のゲームの世界では違和感がなく不思議な違和感があります。効果音もシリアスではなくコミカルなアプローチで効果音も全て自分で作りました。 BGM と合わせてプレイヤーの皆さんのゲームへの興味をかきたてることができたと思います。ちなみにタロスケと鬼の声 ADPCM は企画者の M 本人の声を加工して作りました。このプロジェクトはどのように実現したのですか？妖怪道中記は私が初めて FM シンセ YM2151 を使ったゲームでしたが、幸い学生時代から使い慣れていたのでそれほどハードルは高くありませんでした。それまで使っていた波形メモリ音源との違いがプレイヤーの皆さんに伝わるように FM シンセの音をゲームの目玉の一つにしようと努力しました。ヤマハの MSX パソコン CX シリーズの YM2151 音色編集ツール FM ボイシングプログラム YRM12 を使って1000種類以上のユニークな音色のライブラリを作ったことを覚えています。できるだけカラフルな音を目指しました。 YM2151 の8つのポリフォニックボイスのうち1つをクレジットサウンド用に確保し、残りの7つのボイスで BGM を分割しました。少ないボイス数でより厚みのあるサウンドを実現するために音楽のバックハーモニーには2つのオペレーターが使用できるアルゴリズム語を使用し、2つのボイスで4つのボイスを生成しました。つまり使用できる7つのボイスのうち合計9つ 5+2+2 のボイスが使用できました。誰もが泣き崩れるほどの作業でした。笑い。画像は妖怪道中記の開発のために作成した YM2151 音色の一覧。ギャラガ88はギャラガに比べてサウンド面で大きな進歩を遂げました。このスコアにより豊かなメロディー、多様なスタイル、高品質のサンプルをどのように取り入れたのか教えてください。これらの目標を達成するために開発チームの他のメンバーとどのようにやり取りしましたか？ギャラガ88は非常にエンターテインメント性の高いシューティングゲームでした。
そのため BGM や効果音の制作ではストイックさよりもエンターテインメント性を重視したいと考えました。チャレンジステージのザッツギャラクティックダンシンでは様々なジャンルの音楽を楽しめますが、これは企画側からのリクエストによるものではなく、ギャラガのダンスが決まってそれに合わせて音楽を作ったわけではありません。最初に私が曲を書き、プランナーが私の作曲したものに合わせてダンスを振り付けました。私の音楽の好みは本当に多岐にわたり、常に様々なジャンルに興味を持ち、ジャンルの枠を超えて演奏してきました。その経験により、あらゆるスタイルの語彙を活用できるようになりました。ゲームのプランナーが実際のマーチングバンドの動きを参考にして、私が作曲したマーチ、タンゴ、スウィングジャズの曲に合わせて振り付けを作成したことは決して忘れられません。ギャラガ88ではヤマハ YM2151 チップ、ナムコのカスタム波形テーブル音源、カスタム30、3種類の DAC を備えたサウンドチップを搭載したナムコのシステム1マザーボードが使用されていました。これは当時のナムコがサウンドにどれほど重点を置いていたかを示している。FM 音源の音色の豊かさ、ナムコサウンドの決定的な役割を果たした波形メモリ音源、低解像度のリアルな効果音に欠かせない PCM 音源を組み合わせるのが大好きでした。これらが組み合わさり、それぞれの色彩が最大限に生かされた時、音楽の多様性が豊かに生まれ、ギャラガシリーズの伝統的なサウンドを補完します。日本の他社のサウンドチームのメンバーは1980年代の労働条件は非常に厳しかったと述べています。この時代のナムコの企業文化はどのようなもので、あなたはどのように扱われましたか？当時ナムコのサウンドデザイナーはサウンドのプランニング、サウンドの使用方法、メロディー、全ての効果音の方向性などから制作までゲームのサウンドのあらゆる側面を担当していました。サウンドディレクターとして選任することで試してみたい全てのクリエイティブなアイデアを採用し、タイトルごとに非常に独創的な体験を提供できました。それがファンの非常に肯定的な評価につながったと思います。当時の職場環境を振り返ると、ナムコの開発チームメンバー、プランナー、プログラマー、グラフィックデザイナーをはじめ優秀な人材がサウンド開発に対する理解度と協調性が非常に高かったことは言うまでもありません。昔のナムコサウンドはそのような企業文化と開発スタッフ全員のチームワークの結果だったと思います。だからこそサウンド部門の責任者として優秀な人材の招聘、タイトルごとの人員配置、ゲームサウンドの使用拡大、開発環境の整備、外部レコード会社との連携などゲームミュージックの発展に少しでも貢献できたのではないかと思います。ドラゴンスピリットについて。ドラゴンスピリットはナムコが開発発売した1987年の縦スクロールシューティングアーケードゲームである。北米では当たりゲームズが販売した。プレイヤーはドラゴンのアムルを操作してゲームの9つのエリアをクリアし、悪魔ザウェルからアリシア姫を救出する必要がある。ナムコのゼビウスと同様にアムルには空中の敵を破壊するための発射武器と地上の敵を破壊するための爆弾がある。このゲームの音楽は細江真司氏が作曲し、石川達也氏がデザインした。石川氏は以前敵のデザインに興味を持った後、プロジェクトに配属されローリングサンダーのキャラクターアートワークを制作した。このゲームはナムコのプログラマーでディグダグやスーパーパックマンなど同社の古いゲームの多くを手掛けた深谷翔一氏に捧げられた。開発スタッフは以下の通りである。キャラクターデザインまっちゃん、モンスターデザイン石川達也、グラフィックデザイン荒川田、音楽作曲家細江真司、ゲームプログラム田中京太、代表作メトロクロス1985年、アーケード、テクニカルサポートフレッシュ山竹、ハードウェアエンジニアスタッフデビル中村明菜ちゃん、ゲームデザインおじさんトリオプラス1、ディレクター横ボス、スペシャルゲストタッキー高橋、マネージメント足長おじさん、スペシャルサンクス深谷翔一、深谷翔一、ストーリー神々の時代、悪の限りを尽くしていた魔人ザウェルは太陽神アーリアと精霊ブルードラゴンとの戦いに敗れ、氷河地帯の漆黒の闇深く閉じ込められた。人々はその恩恵に感謝し平和に暮らしていたのだが、時は流れ
いつしかその神話は人々の記憶から完全に消えかけていた。折しもミッドガルド王国の王女アリーシャの誕生祭、人々の興奮が最高潮に達したちょうどその時、突然太陽は光を失い、空は闇に包まれてしまった。ザウエルが復活したのだ。そしてザウエルによって帰られた魔物たちの手でアリーシャは連れ去られてしまった。混乱の中、一人冷静であった国境守備隊長アムルはアルバン太陽神アーリアの声を聞いた。アムルよ、アリーシャを救えるのはブルードラゴンの魂を受け継ぐお前だけです。明日の朝、日が昇る丘に立ち、先祖から伝わる聖剣を天に差し上げるのです。かくして勇者アムルはブルードラゴンに姿を変え、アリーシャを救い出すため飛び立ったのである。このゲームはシャープ X68000、アタリ ST、PC エンジンなどいくつかの家庭用システムに移植され、ナムコのビデオゲームのコンピレーションにもいくつか収録されている。アーケード版は他のシューティングゲームの中でも際立っているとして批評家から好評を博し、5世代を舞台にした設定、グラフィックス、サウンドトラックが称賛された。このゲームには9つのステージがあり、大きな川、火山、氷河、ジャングルなどがある。ステージの途中で死ぬとプレイヤーはチェックポイントからスタートする。各ステージの最後には次のステージに進むためにアムルが戦わなければならないボスがいる。アムルはゲーム中に特別なオーブを見つけることがある。このオーブはホーミングショット、マルチショット、弾丸を避けるためにサイズを縮小する能力など追加の能力を付与する。ゲームのオープニングカットシーンでは山の頂上にいるアムルが剣を空中に掲げ、雷に打たれてドラゴンの姿に変身する。プレイヤーが9レベルの最後まで到達してザウェルを倒すと、アリシア王女がガラスの向こうに捕らえられ、彼女がアムルと叫ぶとガラスが割れる。その後ドラゴンは人間の姿に変身してアリシアを抱きしめ、ザウェルの恐怖の支配が終わった今、王国の人々が平和と繁栄を祝うエンディングシーンが表示される。開発とリリース。ドラゴンスピリットは1987年5月15日にナムコから日本でリリースされ、後に北米でリリースするためにアタリゲームズにライセンスされた。ゲームの音楽はもともと同社のグラフィックデザイナーだった細江真司によって作曲された。ワンダーモモの作曲家ユダテにゲームコードに音楽を追加する方法を尋ねた後、彼は自分の時間を使って自分のトラックを多数挿入した。ゲームの開発チームがそれを知ると、彼は自動的にゲームの作曲家として任命された。開発中、ナムコには作曲家が不足していた。多くの作曲家が源平と馬伝の作業に取り掛かっていたため、細江は自分で音楽を作曲することができた。グラフィックは以前にローリングサンダーのキャラクターアートワークを制作した石川達也によって作成された。ゲームの敵のデザインに興味を持った後、チームは彼をリードアーティストに任命された。石川氏は敵や背景のデザインのアイデアが不足していた時に細江の音楽を聴いた。北米とヨーロッパではドラゴンスピリットはアタリ ST、コモドール64、アミガ、ZX スペクトラム、アムストラッドなどいくつかの家庭用ゲーム機やコンピューターに移植された。日本ではナムコがこのゲームをシャープ X68000 と PC エンジンに移植し、後者は北米で NEC によってターボグラフィックス16用に発売された。ドラゴンスピリットスタッフインタビュー。細江真司作曲家、達也グラフィックデザイナー、お二人のインタビューをお届けする。細江真司氏は四国メタン、達也氏は春日部つむりでお送りする。まずは細江真司さんにお聞きしたいのですが、ドラゴンスピリットの音楽を手掛けることになったきっかけは何ですか？当時僕はナムコでグラフィックデザイナーとしてアルバイトをしていたんですが、開発室でたまたまドラゴンスピリットを見たんですが、まだ音が入っていなかったんです。それでワンダーモモの作曲サウンドデザイナーのユダテさんにどうやってゲームコードに音楽を入れるか教えてもらって、自分でドラゴンスピリットに音楽を入れ始めたんです。みんなが気づいた時にはもう音楽をたくさん書いて足してましたね。笑い。それでもう後戻りできないな、音楽だけやろうってことになったんです。ドラゴンスピリットはもともと別の作曲家がいたんですか？
まだ誰も担当していなかったんです。当時のナムコのサウンドチームは小沢、川田、中形の3人だったんです。でも中形は源平をやっていて、サウンドの仕事だけでなくディレクションもやっていたんです。だからナムコのゲームはサウンドの人が本当に不足していたんです。だからドラゴンスピリットでは誰にも気づかれずに曲をたくさん作れたんです。笑い。でもグラフィックがメインの仕事だったので、サウンドを作るために倍の労力をかけて、結局1年くらいかかってしまいました。 CD ビデオゲームグラフィティボリューム2に収録されているステージ1のテーマは基盤上のバージョンと異なります。これはなぜですか？実は旧バージョンのドラゴンスピリットの PCB 基盤がリリースされた後、そのトラックの改訂版を完成させたんです。私がレコーディングした新しいバージョンはその OST リリースに使用されました。新バージョンのドラゴンスピリットの PCB には改訂版の音楽を使用する予定だったのですが、どういうわけか結局ロムの交換はしないことになりました。笑い。ナムコにとっては高すぎたのかもしれません。なるほど。ということは今回の CD に収録されているドラゴンスピリットのサウンドトラックは改訂版ではなく、皆さんがよくご存知の旧バージョンということですね。実は改訂版のサウンドトラックが収録されたオリジナルロムを入手できないかと探したのですが、残念ながらナムコ側では所在を確認できませんでした。ところでドラゴンスピリットで最初に作曲した曲は何ですか？実は古い基盤で最初に作業していたファイルがうっかり全部消えてしまったんです。ステージ1から順に作業して3曲くらいは作っていたと思うんですが、全部消えてしまって、ちなみに最終的に作った曲も全部違う曲だったんです。だから今や皆さんがご存知のドラゴンスピリットの曲も最初に完成したのは実はステージ4の BGM だったんです。本当ですか？もったいないですね。ぜひ聴いてみたかったのですが、どんな曲だったか覚えていますか？いや、残念ながら覚えてないですね。でもすごく落ち込んだのは覚えています。他にも使っていない曲が何曲かあったんですが、確か使う予定がなくなってしまったんです。ロムには入っているんですが、コードのテーブルには設定していなかったので呼び出すことができないんです。でもその曲がどんな感じだったかはもう四半世紀以上も前のことなので詳しくは思い出せません。達也さん、今度は同じ質問をしたいと思います。ドラゴンスピリットのグラフィックとデザインをどのように手掛けることになったのですか？ローリングサンダーのイラストを描いている最中に、隣の机にあったドラゴンスピリットのモンスターのドット絵を見て、これすごくかっこいいねと言ったら、じゃあ描いてみたらと言われたんです。それで気づけば開発チームに加わっていました。細江さんの経験ととても似ていますね。笑い。当時はそういうことがしょっちゅうありましたね。笑い。好きな人と好きなプロジェクトを一緒にやってゲームを作る、とても楽しい時代でしたね。ドラゴンスピリットの開発中は朝出社するとプログラマーたちが痛めているんです。まずは起こして調子を聞く、そこから一日が始まりました。このイベントで描かれた達也さんのサイン入りスケッチ。細江さんは達也さんのイラストから曲にインスピレーションを受けたりもしましたか？イベントシーンは参考にしながら描きましたが、ステージ BGM は自分でアイデアを出して作ったものなので、最終的にうまくまとまった時は良かったと正直思いました。そして達也さんもドラゴンスピリットで使われなかったイラストやキャラクターはありましたか？今見ると何のキャラクターだったか思い出せないドット絵もあります。笑い。ドラゴンスピリット網下ろし型の画面なので、マンモスなどの四足動物を描くのが難しかったですね。その分デザインに悩み、何度も描き直したのを覚えています。ドラゴンスピリットのイラストやグラフィックは全てあなたが手掛けたのですか？はい。背景以外は全てやりました。背景のオブジェクトも少し作りましたが、ステージによってはグラフィックが全部完成する前に音楽が出来上がることもありましたので、頭が真っ白になった時は細江さんの曲を聴いてインスピレーションを得たりもしました。先ほど触れたビデオゲームグラフィティボリューム2ですが、この CD ではステレオの L と R のチャンネルが逆になっているのに気づきました。何か理由があるのでしょうか？レコード版のために何かやったんじゃないかなと思います。レコードは持ってるんですが、プレイヤーがないので残念ながら確認できないんですが、
確か当時は CD を作る機械の精度が悪くて、レコードから CD に録音したものを映す時に1ワード分ずれるというバグがあったんです。それが原因だったと思います。録音してそのまま CD にすれば問題ないんですが、当時はレコードに録音してそれを CD に移すという2段階のマスタリングが一般的だったんです。なるほど。当時のゲームサントラも CD に収録されている曲を1曲にまとめたものが多かったですね。当時の CD プレイヤーは16曲までしか再生できなかったので、そういう風にしました。 CD がまだ新しい時代だったので、レコード会社もそうするように指示していたんです。次はアサルトについてお聞きしたいのですが、これがシステム2の初ボードだったんですね。ナムコに行った頃は最新の PCB ハードウェアがよく使われていて、その扱いが大変だったのを覚えています。アサルトは PCM サウンドが使えましたが、 PCM データを挿入するツールがありませんでした。だからハードウェアに詳しい人が後から作ってくれたんです。システム2のボードはどんどん扱いやすくなっていったので、アサルトと比べると後期のタイトルの方がサウンドが優れていると思います。私たちは常にこれらの PCB をよりよく機能させるために苦労していたので、時々欠点が出るのは避けられませんでした。でも常に新しいハードウェアを扱うのは楽しかったのではないですか？それもありましたね。プロジェクトに余裕ができた分、新しい機能をいろいろいじるのは楽しかったですね。クエスターについて教えてください。遅いし、クエスターの開発期間はそれほど長くなかったですし、私はナムコのサウンドチームにいたので、クエスターの開発チームとはあまり関わりがなかったんです。そのためあまり思い出がないんです。なるほど。近々発売されるゲームミュージックディスカバリーシリーズ細江真珠ワークボリューム2には、オーダイン、メタルホーク、ダートフォックスの細江さんの楽曲も収録されるそうですね。そうですね。この3作品はナムコ時代の一番面白かった作品です。ダートフォックスは以前サイトロンから CD で出ていたんですが、収録曲も少なくてちょっと散々な感じでしたね。笑い。その CD のライナーノーツにも書いたんですが、レコーディング中に事故に遭ったんですよ。当時は別の部署でグラフィックディレクターとして新しいゲームの企画をやっていたんですが、細江さんの事故のことは覚えているんです。バイクで事故に遭って道路の木にぶつかって意識を失いました。救急車で運ばれたら鎖骨を骨折していてギプスを巻く必要がありました。でもダートフォックスの開発は最終段階に差し掛かっていて、ロムを書けばいいという状況でやめるのはもったいないと思い、そのまま出社しました。ワークスボリューム2が出たらその頃のお話をたくさん伺えると思います。さて、インタビューも後半に差し掛かりましたが、ゲームミュージシャンを代表してスイープレコードさんからいただいた質問を伺っていきたいと思います。まずはドラゴンスピリットのアリシア姫の声優さんはどなたでしたか？ズンタタ中山上等兵さんより。声優さんではないんですが、当時一緒に仕事をしていた女性の方がいらっしゃったんです。声が良かったのでお願いしました。細江さんは当時昼間はナムコで働き、夜は自分の楽曲や CD 制作、夜遅くはクラブでバンドを組んで演奏するという生活を送っていたそうですね。どうやってやりくりしていたんですか？ M2 堀井社長より。そうですね。ナムコでアルバイトをしていた時は仕事が終わった後にバンドをやったりしていました。とにかくものづくりが好きなんです。アサルトは不思議なリズムとミステリアスな雰囲気が特徴的で、とてもクールでユニークなサウンドトラックですね。アサルトでこのような音楽を作った理由を教えていただけますか？ M2 並木学しより。メロディーが目立つのはゲームに合わない気がしました。今聞くとリズムの変化も違和感がありますね。細江メガテンというペンネームに込められた思いとは？マスコ、司市。確か AOU のライブで100人くらいの集合写真に写っていたんですが、それが雑誌に掲載された時にその写真を見たスタッフが「ほら細江だよ、目を丸くしてあの子を見つめてるよ」って言われて、もちろん「いやいや見てないよ」って笑い。それからはメガマル、メガーレ、メガマルとかいろんなあだ名で呼ばれるようになって、最終的にメガテンになりました。 AB 型の人とのいい経験はありますか？ノイジークローク代表坂本秀樹。以前 ABK のサウンド作曲家たちと飲みに行ったことがあるんですが、楽しかったですね。 ABK の人たちっていかに変人なのかが分かりました。通勤中に携帯電話で遊べるソーシャルゲームが普及している今、
ゲームミュージックは今後どうなると思いますか？斉藤幹義。ゲーム会社側からすると、そういったゲームにはサウンドトラックは必要ないという感じですね。ゲーム内アイテムや DLC として音楽やサウンドが販売されることはほとんどありません。細江氏自身が思い出を語る。いつから作り始めたのかちょっと忘れ気味なんだけど、1986年頭ぐらいかな。おそらく1年以上関わってたと思う。日報を記録し始めてから11ヶ月あったのは覚えてるけど、その前から制作してた。勝手に。とりあえず当時の基盤での作成方法は LINE エディター LINE だよ。ロムライター FM 音源のレジスター表、適当なキーボード、ポーターサウンドとか以上。打ち込んでアセンブル、リンク、ロム焼き、確認、違った、書き直しっていう繰り返し。プレイボタンを押せば音が出ちゃうような現代の環境で作ってる人は気が狂う作業かも。しばらくしてロムシミュレーターが現れて、ロム焼き時間は短縮されたけど、リアルタイムなんて夢また夢の環境。音色をいじるのもパラメーターを5つ使えたテスト用の音を並べてようやく作る感じ。手元に DX21 が来たのは随分後のこと。ほぼダンプリストを書き換えながらの作業。曲データが複数になってくると、フルアセンブル&リンクすると余裕でコーヒー飲みに行けちゃう。本当今は楽になりました。良くも悪くも。低レベルな環境で作る。ソフトでいうところのアセンブラで作るか高級言語で作るかと同じなんだけど、ハードのことはすごく気になるようになるって意味では、ミディ対応とかしてなくてよかったなと思うところかな。ほんのわずかの間だけミディドライバーもあったけど、今まで届いてたかゆいところが触れなくてまたテキストエディタに戻るんだな。なんだかんだで経験が積めたかなと。近年そんなに多くはないけど内蔵音源で細かい作業を強いられる仕事ができる人がいないって理由で、今でも舞い込んでくるのはおかげさまでいい勉強させていただきましたとしか言いようがないな。この頃はまだ自分もピュアだったな。めちゃ早く出勤してたし、お昼前には諸先輩の御用聞きをして弁当を買いに行ったり、もういいやって思って朝ちゃんと出勤しなくなったのは、風疹にかかってしまって伝染病だから会社来るなって言われた上に有給休暇は使わせないとか言われてからかな。ここでちょっと価値観は変わったな。現代だったらブラックって叫ばれ下手すりゃ裁判すっかぼらーってことだったのかも。6、僕たちにとってナムコシステム1とドラゴンスピリットはどんな存在だったのか。ドラゴンスピリットの思い出を寄稿いただいた。1987年地球はドラゴンスピリットのファンタジーの渦に巻き込まれた。おっと、違った。ゲーセンが巻き込まれた。高校2年の頃行きつけのゲーセンで、今までちょっと見たことのない縦シューティングゲームが稼働していた。それがドラゴンスピリットだった。主人公がドラゴンに変身するアドバタイズデモを見て驚いた。首が増える。当時50円だった。コインを投入するとオープニングが始まる。盛大かつ荘厳な音。その中で主人公が剣を天空に掲げるとそこに稲妻が落ちてドラゴンに変身した。なんてかっこいいんだと。ゲームが始まるとイントロ旧バージョンの曲がテンポが良かった。その後ステージ1のザ・ペリオゾイックエラの演奏が始まると、今までゲーセンで聞いたことない BGM が脳天を直撃した。今までの FM 音源のゲームの曲と明らかに一線を画す。衝撃だった。敵を倒して地上の壊れそうなものを壊すと青い玉が出てきて、それを取ると首が増え攻撃力が倍になった。赤い玉を取ると下のゲージが溜まっていき、全ゲージ貯めると自分の攻撃力が上がった。今まで飛行機ものでパワーアップはあったが、いわゆるファンタジーでパワーアップっていうのが鮮烈だった。首が3つになると自分が大きくなりすぎてバランス悪くないかなって漠然と思っていた。やっぱり敵の攻撃に当たりやすくなって首2つがいいかな。自分の攻撃力がフルパワーだと攻撃にあらが出て自分の動きに同期して使いづらいな。でフルパワー1個手前で連射ができてそこそこの攻撃力でいいじゃないかってことになって、使いやすいパワーアップを見つけてゲームをしたものだった。全部で9ステージ構成だったが、各ステージで特色があるゲーム構成で、スポット処理とか壁にトラップを仕掛けていたり、ステージ全体が迷路みたいになっていたりと、全然飽きさせないゲームの構成にどっぷりハマった。後にニューバージョンがリリースされてステージセレクトができて、自分の動きが若干速くなってゲームバランスが良くなってゲームしやすくなった。それからやっぱり特筆すべきは、先にも少し触れたが BGM が秀逸だったこと。
メガテン細江こと細江真二さんがポータブルキーボードを使いながら作曲したあの BGM が心をわしづかみだった。当時は PC8801FR30 でステージ1の曲を耳コピしてゲーセンに持ち込んでどんなもんかと聴き比べて調整したという黒歴史をしてしまった。あのドラスピドラムを再現したかったのだ。その時にあの曲中のスラップベースを再現したかったのだが、普通のスラップベースしかできずに苦悶した思い出が残る。 BGM に心惹かれた少年はこともあろうにナムコの住所を調べ、 BGM 担当者へ楽譜欲しいです、音色データ欲しいですっていう、今思うとどう考えても言語道断の手紙を書いた。するとなんと返事が来た。しかも音楽担当だった細江真二さんご自身からだった。便箋2枚に綴られたしょうもない願いのご返答が丁寧に記載されて感激した。果実のベーシックマガジンイベントにスーパースイープさんが出展されると知り、もしかして細江さんも来るんじゃないかなと思い、細江さんがいらっしゃったので、その返信されたお手紙をご本人にお見せした。細江さんは本当に驚かれて、って感じでご自身の20代前半の字をじっくりご覧になっていた。最後お礼を言われてちょっと苦笑いもありも嬉しそうだった果実のイベントだった。ゲームに惹かれ、ゲーム中の BGM に惹かれた思い出である。1987年1975年頃生まれ世代は小学6年生とか中学1年生の時代。世の中はファミコンブーム、学校の話題の中心はファミコンだった。そしてゲームセンターではファミコンでは絶対再現不可能なすごいゲームが稼働していた。セガからはアフターバーナー2、アイレムから R タイプ、対等からダライアスがリリースされていた。シューティングは SF の宇宙空間をテーマとした横スクロールが中心となってた。そんな中、ゼビウス以来、当時約4年ぶりに発売された縦スクロールシューティングゲームだった。時期がドラゴンとはゲームの世界としては逆の発想だった。オープニングのかっこいい変身シーン、ものすごい色数、巨大なスプライトを多用したボス、アーケード稼働前ゲーメストの紹介画面で引き込まれた。そしてアーケードで稼働が開始される。アフターバーナー界で触れたが、シューティングゲームではお約束の嘘があった。飛行機は通常時速数百キロでしか飛行できず、当然交代はできない。発射弾は目に見えない速さとなる音速で飛んでいく。分かってはいるがリアルにするとゲームにならないのだ。それを翼で羽ばたくドラゴン、口から放つ炎という設定で全ての嘘が解決できたのだ。おかげでプレイヤーは美しい世界観に没入できた。そして伝説となり、現在でも愛される理由は細絵師による神秘的かつ美しいサウンドであろう。当時は4オペレータ8ちゃんの YM2151FM 音源に強く憧れた。しかし同時期の YM2151 搭載ゲームは多くが PCM を併用していて、どこまでが FM 音源サウンドなのかわからなかったのだ。 PCM を利用しない YM2151 の代表作品として、セガのファンタジーゾーンとカルテット、コナミのサラマンダ、そしてドラゴンスピリットが挙げられるだろう。さすが YM2151 は違うと当時のゲーム少年は憧れを強くした。後年わかることになるのだが、ナムコシステム1には波形メモリ音源カスタム30が搭載されていた。多くのシステム1ゲームがそうであるように、カスタム30は効果音以外ではほとんど使われていないと思っていた。 X68000 へドラゴンスピリットが移植される。さすがの電波新聞社の移植で完璧だった。横モニター表示機能もつけてシャープに怒られたというオチも当時らしい。システム1を超えるスペックを持つ X68000 でも困ったことがあった。当然 X68000 にハカスタム30は搭載していない。ここでユーザーは知ることになるのだが、エンディングのバックコーラスはカスタム30が奏でていた。 X68000 版はそれをサンプリングし、アーケードを再現する。多くのナムコゲームを X68000 に移植する電波新聞社であるが、カスタム30の存在に困っていたことがわかる。アーケードでは効果音として、コーラスとしてステレオサウンドでゲームを彩ったカスタム30の音が、いちちゃんのモノラル PCM でしか再現できなかった。ナムコではコイン投入音に力を入れていた。ゲームで最も重要な音とまで言われていた。ドラゴンスピリットのコイン投入音はカスタム30のみで奏でていた。大切なコイン音をナムコ伝統の波形メモリ音源カスタム30で鳴らした。コイン音を鳴らす。
ワルキューレの伝説のネームエントリーサウンドを PCM チップカスタム140ではなく YM2151 で鳴らしたりと、ナムコは音源を大切にするメーカーだった。ドラゴンスピリットは X68000 版 PC エンジン版と高レベルで移植され、多くのユーザーに愛された。 MSX は発売予定までされたが結局発売されなかった。メガドライブでも発売されなかった。セガ野郎と MSX 野郎が多い僕の周辺では結局手に入れることができなかった憧れの存在のままだった。ある意味手に入れてプレイできたユーザーよりも思い入れは強いのかもしれない。システム1は8ビットでありながらドラゴンスピリット以外でもそれを完全に忘れさせる16ビット機に全く引けを取らない優れたゲームを輩出した。アーケード稼働から35年以上の月日が流れた。シューティングゲームは当時ゲームの花形であり、シューティングゲームが得意でもないのに普通に多くのユーザーが買っていた。しかしその後上級者しかクリアできない状況となり、一度はゲームの主役から降りた。しかしゲームが飽和状態となっても 3D 技術が進んでも変わらないのはシューティングゲームだった。東宝プロジェクトの人気で若い世代もプレイしている。現在発売されるゲームはゲーム側に AI が搭載され、上級者でもとんでもない下手でも同じ感覚で楽しめるように工夫がされている。 RPG などは 3D へ完全に移行した感があるが、シューティングは今でも描画こそ 3D ポリゴンであるが 2D がメインだ。現在発売される最新シューティングゲームでも基本は80年代と変わらない。あえて80年代90年代を表現した新作が続々とリリースされている。 M2 社や様々なメーカーにより当時そのままではなくより遊びやすく工夫したシューティングゲームがリリースされている。今でもシューティングゲームはゲームの花形であるのだ。ここからカスタム30のみのサウンドをお楽しみいただきたい。ナムコ黄金期は波形メモリ音源と共にあった。システム1でも往年のサウンドを奏でた。その独特のサウンドはコンポーザーからもファンからも愛された。1980年パックマンハードウェア任意波形発生回路、1982年スーパーパックマンハードウェアカスタム1号、1984年バックランドハードウェアカスタム30、1986年ナムコシステム86 YM2151 とカスタム30、翌年のナムコシステム2、1988年ナムコシステム 2YM2151 とカスタム140。ナムコは2年ごとに音源をバージョンアップしてきた。システム1を最後にナムコ波形メモリ音源の歴史に幕を下ろす。ナムコの FM 音源もドラゴンスピリットのイメージが強いが FM 音源が採用された期間は驚くほど短い。時代は PCM 音源となり、その後はストリームサウンドとなった。もはや制限は何もなくなり、どれだけたくさんの音を重ねることも可能となった。もはや一般の音楽と同じになった。当時は音を聞けばメーカーがわかる時代でもあった。最新のゲームをクリアしてもどんな曲があったか思い出せない。ゲームに集中できるように音楽が溶け込んで強く自己主張しない印象だ。川田博之氏がカスタム30だけを使った机上のカスタム30ミュージアムアルバムを近年発売された。そこには往年のナムコサウンドがあった。僕も音楽動画を下手なりにも上げている。 FM 音源と波形メモリ2種類上げているが FM 音源は性能が良すぎてもはやどこまでオリジナルに近づけられるかとなる。波形メモリ音源は単独ではシンプルな音だ。デチューンとは元の音にわずかに周波数をずらして重ねるテクニックだ。音を重ねるデチューン効果で透き通ったサウンドを奏でる。人間の耳は不思議で、左耳右耳でその2種類の音を流しても脳内でデチューン効果が作用する。僕は1年前病となったが当然抗がん剤の効果もあるが、 Bluetooth イヤホンから流れる波形メモリ音色や FM 音源ががん細胞を減らすと信じている。この動画を上げる数日前に CT を取ったが1年前あれほど転移していたがん細胞がほとんど消えていた。五臓六腑に染み渡るとはこのことである。ただ抗がん剤はある日効かなくなり再度症状が悪化する。今は2つ目の薬だ。国立がんセンターの主治医から YouTuber 活動してるらしいねと聞かれた。入院中に看護
師さんの間で患者に YouTuber がいるらしいと話題になったようだ。僕のチャンネルを聞かれたので教えてあげた。主治医と看護師さんとみんなで僕の音楽動画を聞いて懐かしいねと話題になったようだ。音楽は辛い治療も救う。そして波形メモリ音色は五臓六腑に染み渡るのだ。そして音楽作成と動画作成は辛い副作用を忘れさせてくれる。そして僕は自分のためとみんなのために動画を作り続ける。そして仕事をしながら iPhone から流れてくるドラゴンスピリットのサウンドは今でも色あせず少年の頃の情景を思い出させてくれるのだ。最後に CM です。プレイステーション4と任天堂スイッチでドラゴンスピリットがプレイ可能です。スイッチ版は838円とお手頃価格になってます。ランチ1食分のお金で青春時代が帰ってきます。次の休みはドラゴンスピリットと一緒にいかがでしょうか。今回の動画はここで終わりです。相変わらず長い動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、コメントなどいただけますと次の動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。